こんにちは。今回はですね、キーセルギターを、直接オーダーしてみたんですね。で、その経験、ボトルネックになったところ、うまくいかなかった、つまずいたポイントをお話ししたいと思います。端的に言うと、一番大変だったのは英語ではありませんでした。支払いのところです。で、なんでキーセルギターを発注したのかというと、僕は中学生の頃にラジオでたまたま流れてきたアラン・ホールズワースの「ベルベット・ダークネス」という曲を聴いてもう衝撃を受けたんですね。で、その頃もう耳コピは得意な方だったんですけど、もうそれはね全くコピーできませんでした。で、後にアランのタブ譜も出たんですけど、もう全然なんか運指がめちゃくちゃなタブ譜で、参考にならなかったですね。で、その後はフュージョンとかジャズに興味が移ってアランのことは、忘れていました。でも今はね YouTube でアランの動画がいっぱい見れるようになったので、それをまた見かけるたびにやっぱりすげえなと思って見てました。で、僕はサラリーマンをもう卒業してるんですけど、なんて言ったらいいんだろう、レガートの練習をするんだったらもう年齢的にも今が最後の機会かもしれないと思いまして、それで、アランの弾き方はできないにしてもレガートの弾き方をもっと練習しようという気持ちが強くなりました。今更なんですけど、アランのシグネチャーモデルってどんなんだろうという興味があってですね。で、昔カービンで出てる頃はサウンドハウスが代理店になっていて普通に売ってたんですけど、もう今はなくなっちゃってて、でキーセルに直接オーダーするしか方法がないんですね。なので、キーセルに自分から直接連絡を入れてオーダーしたと、そういう経緯になります。ということで、そのオーダーした時につまずいた点、キーセルオーダーの実体験として見てもらえればと思います。まず悩んだというか、どうしようかなと思ったのは、キーセルの公式サイトは英語表記になってます。で、ウェブで翻訳もできるんですけど、英語は得意ではないので高額商品でもあって不安がありました。それから円安がねずっと続いていて、少しでも円高になってから買おうって考えてたんですけど、やっぱキリがなくてずっとこう踏み切れなかったんですけど、キリがないなということで、どうやってオーダーするかなって考えたんですけど、 AI に手伝ってもらおうということを考えました。で、今回はチャット GPT とジェミニ、これ両方使って両方に同じこと聞きながら、ほとんど答えは一致してたんですけど、正しそうな方を選択して進めるということをやりました。で、英語翻訳、支払い方法、あとは調べ物とか、キーセルは海外からのオーダーはメールでオーダーするんですね。キーセルのギタービルダーのカートに入れるんじゃなくてメールで、オーダーします。で、そのメールの作法とか、どうやると確実に伝わるのかとか、そういったことも AI に聞きました。はい、じゃあ早速、ギタービルダーを見てみたいと思います。まずは仕様を決めましたので、その話をします。ちょっとね音声の調子が悪くてだいぶ聞きづらいところがあるんですけど、ご容赦いただきたいと思います。では、はい、これがキーセルのホームページです。で、ギターのところ、ここからですね、ギターが並んでいてモデル名があります。で、私が買ったのがアラン・ホールズワースシグネチャーシリーズ、これですね。2099ドルから、買えますと。
ただしここに載っている写真のモデルはもっと高い仕様になってます。実際にビルトをしてみます。とこれが一番安い$2099の仕様になってます。はっきり言って塗装がされてないとかそんなアームがついてないとかそういうモデルになっちゃうので、自分でここからカスタマイズしていきます。でその前に、左下のここですね、国外からのお客さんはメールでお問い合わせくださいと書いてあります。ここでカスタマイズしてできたものをここでカートに載せるんですけど、これはアメリカ国内だけで、日本からのオーダーはこのメールアドレスに来るという形になります。翻訳しますと、このホームページの中に保存ができるんですね。それをロードしてみますと、これが最終形だったかな。はい、$2539になってます。で色はこんな形で、どういうものかちょっとちらっと見ますとですね、ウッドボディはこの K マークがついているのが選んでいるもの、あるいはデフォルトでここに設定されているものを示していて、アルダーボディです。で他のウッドも選べるんですけど、$100アップ、$300アップみたいになっていきます。でボディはアルダーのまま、デフォルトのままですと。でトップウッド、これはフレームメープルとかゼブラウッドとか、キルトメープルとか$500とかそんなになっちゃうんで、私は何もどうせソリッドカラーにするのでトップウッドはなし、だからお金もかからないと、増えないということですね。で色は私はソリッドカラーのロイヤルブルーにしました。他の色だとこんな風に変わります。でこれがいいかなという感じですね。でロゴ、ここですね、キーセルのロゴが黒にするか白にするか、ちょっと浮き出る形にするかってあるんですけど、これも別に普通でいいやということですね。それからトップコート、これはクリアグロスがデフォルトのようです。サテンサラサラしたものも選べますけど、クリアグロスにしてあります。で追加のボディオプション、チャンバードボディ、これ選べないんですけど無料で付けられるので、ついた形になっているようです。はい、それで、ネックなんですけど、1ピース、3ピース、5ピース選べるんですけど、デフォルトは1ピースです。メープルで、本当は強度、日本のその湿気とかを考えて、ネックの反りを考えて、本当は3ピースぐらいにしたいところなんですけど、どうもキーセルはネックがぶっとくて、アランモデルはネックがぶっとくて丈夫だという情報がいくつか見たことがあるので、もうワンピースでいいやということにしました。でただ色はデフォルトだとついてないんですね。なのでリア仕上げ、そうデフォルトはね、なんかタングステンオイルネックになっていて、グロスの塗装を同じ色を塗ってもらうと。で$200上がっちゃうんですけど、これを選びました。それからエレクトロニクスピックアップ構成、ハンバッカー2名2名、それからアランのおすすめスペックってやつは1ピックアップなんですけど、2個ついてますと。でピックアップモデルがブリッジ側が、この3つから選べるんですけど、ホールズワースハンバッカーにしました。でネック側も同じですと。でこれ外すと
ブリッジ側だけになるんですけど、外すとなぜか$100アップになるということなので、ホールズワースモデルをつけときます。あとはピックアップの色とかボールピースの色とか選べるようになってます。であとはハードウェア、これはねデフォルトで固定ブリッジがついてます。アームがないやつで、これは$100アップでヒップショットのトレモロをつけました。そんなところですね。はい。自分のオーダーしたものはこういう内容になります。それでエクスポートスペック、ここからこれで自分が今選んだものがどういう状況かっていうのが分かるようになってます。まずチェックすべきは価格が$2539になってるか。$2099でスタートして6弦でヘッドレスのトレモロブリッジが$100アップで 25.5 インチのスケール、これも0円、元からデフォルトってことですね。あとロイヤルブルーに色を変えたので$40アップみたいなことが書かれています。ネックの裏も、グロスのでボディと同じカラーにしたので$200。エボニー、エボニーもねあるんですね。エボニーはデフォルトは確かエボニーなんですね。でよく見るとちょっと茶色いムラが見えるんですよ。でこのエボニーを選べば$100アップだけど真っ黒になると、いいエボニーを使うぞと押してみるとほら真っ黒になるんですけど、その代わり$100アップよというものです。はい。でこの結果がエクスポートスペックスで、さっき言ったこのエボニーフィンガーボードが$100みたいに、あとはねもうデフォルトのまんま$0です。合計すると$2539になりました。でこの保存するボタンみたいなやつからエクスポートできます。はい。PDF ファイルで同じものがダウンロードされました。で、これを AI に質問してどうやってメールを送るのって質問したときに、メールの英文は AI が翻訳するから、あとはこの書き出した PDF ファイルを添付してこれをくださいと言えば間違いが少ないだろうということを AI が教えてくれました。それからですね、ここからシェアセーブドビルド、これを押すとリンク URL がクリップボードにコピーされます。で何を言ってるかというと、この URL はメール本文に書けと。で添付ファイルとしてさっきの PDF ファイルを添付しろと。これで二重に間違いが少なくなるよと AI が教えてくれました。なので、AI の言う通りこのリンクとそれからこの PDF ファイルを添付してこれくださいというメールを出しました。ここからは実際の注文の、話です。で、さっき言った通りでキーセルはアメリカ以外からの注文はメールになります。まずギタービルダーで作った内容をさっき話した通り URL にできるんですね。でその URL はメール本文に貼り付ける。それから、エクスポートした PDF ファイル、これはメールに添付をするという形にしてオーダーを出すと。そうした方がメールにベタ書きするよりも伝達ミスが防げるということで、これも AI に教わりました。具体的に
AI をどう使ったかっていう話ですけど、まず英文メールを作ってもらった。それから住所と電話番号の表記、英語表記ってあるんですよね。住所だと日本で言ってる住所はなんとかと東京都なんとか市っていう、そういう順番じゃないですか。なんとか市なんとか町何丁目何番みたいな。で逆じゃないですか、アメリカって。マンションだったらルームナンバー、それから番地、町名、市区町村名、県名とか東京都とかでジャパンみたいな。あと電話番号も実際向こうから送ってもらうわけですから、電話番号書かなきゃいけないと。国番号のプラス81から始めて携帯の一桁目を取るとかで、そういうことって、知ってる人はすぐ分かると思うんですけど、慣れてないと一個一個ウェブサイトで検索して調べなくちゃいけない。それって大変で、でも AI に聞くと一発で全部教えてくれるんですね。それはやっぱり大きかったですね。あと支払い方法はペイパルを使いました。でペイパルは円高の頃に結構使っててですね、直接アメリカのエフェクターメーカーにキーリーですけど直接オーダーをしたり、あとアンプのケースを買ったりしてました。でももうその円高の頃ですから、もう何十年も経ってて今は全然使ってませんでした。でペイパルで払った方がやっぱりカード番号を直接書かなくて済むので安全だということを AI に教わって、ペイパルで払おうということになりました。でペイパルなんですけど、久しぶりにね使おうとしたらログインできなかったんです。休眠アカウントになってて、もうそもそもパスワードもなんだか分かんないし、使ってたメールアドレスも分かんなくなってた。何十年前の話ですから。でこれを AI に聞いたら、それはあるあるだと、もう作り直した方が早いですよっていう返事をもらいました。でも確かにその通りで、Google アカウント、Gmail の連携っていうのは使えるんですね。だからもうそれにしました。でね、ただね、やっぱり落とし穴があって、ペイパルのアカウントを作っても10万円以上の支払いには本人確認がいるんです。それをやらないと10万円以上の買い物はできないんですね。なので本人確認の手続きをする必要がありました。これはスマホアプリじゃできないんですね。ブラウザからやんなきゃいけない。でこれやんないといざキーセルとの支払いの場面になっても払えなくなっちゃうんで、先に本人確認をやっとかなきゃいけないです。でどうだったかな、 2,3 日ぐらいかかったのかな。すぐに本人確認ができるわけではないので、余裕を持ってやっといた方がいいです。話が前後しますけど、注文メールを AI に聞きながら書いて送りました。でその内容ですけど、簡単な英語です。日本から注文したいです。あとギタービルダーのリンクはこれです。 PDF のファイルも添付してます。なので送料込みの見積もりを作ってほしい。で支払いはペイパルで払うよ。こういう内容で、メールを作って送りました。もう要件だけでいいんですね。余計なことは書かなくて全然大丈夫です。そしたらね、翌日の日本時間で、夜中の4時ぐらいにキーセルから返信メールが来て、そこには見積もりの PDF が添付されていました。でその見積もりの内容は、僕が送ったギタービルダーの内容と全く同じで、それを AI と一緒に間違ってないかとかチェックをして、ビルダーの価格は2539ドルだったんですけど、見積もりは2606.5ドル、差額が 67.5 ドル高かったんです。でこれ何って AI に聞いたら、これはアメリカ側の送料だと。なるほどと。じゃあ合ってるんだねと。でただし、そのキーセルからのメールには輸入税、その国内の送料とかそういったものは含まれてないから、それは自分で調べてくださいと書いてありました。支払い方法はペイパルなのというふうに書いてあったので、また僕からの返信として、じゃあこの見積もり通りでお願いします。で支払いはペイパルで
払うのでペイパルの支払いの連絡をくださいと、そういう内容で返信をしました。それで3日後ぐらいにペイパルからメールが届きました。請求があるのでログインして払ってくれと。払ってくれとまでは言われないんですけど、メールが来ました。で早速ペイパルにログインしてみたんですけど、その表示されるべき請求が表示されてなかったんですね。でおかしいなということで、これも AI に質問してみました。そしたら、もしかしてキーセルに連絡してるメールアドレスとペイパルのメールアドレス違ってんじゃないのって AI に言われて、で調べてみたら確かにそうでした。僕はペイパルを作る時に新しくアカウント作り直したんで、もう Google 連携でいいやと思って Gmail のアドレスでペイパルを作っていました。でもキーセルとのやり取りは別の個人的な僕のメールアドレスだったんで食い違っていて、ペイパルにはいつまで経っても請求画面が出てこないという状態になってました。それで、AI の答えは、ペイパルってアドレス追加できるからそこにやり取りしてるメールアドレスを追加すればいいよと、そうすれば請求が出てくるはずだと言ってくれて、キーセルと連絡を取っているメールアドレスを追加しました。そしたらあっさり請求画面が出てきて、間違いなくペイパルの画面に、キーセルギター2600何十ドルって書かれていたので、じゃあこれを支払い手続きをすればいいなというところまで行きました。そのさっき言った2600何十ドル、キーセルの見積もりの金額よりペイパルに載ってる金額の方が少し高いんですよ。でなんだろう、これ合ってんのかなということで、これも AI になんでって聞いたら、これはペイパルの為替レート、ペイパル自身の手数料は0円なんですけど、為替レートを乗っけるんだと。でこれってそのまま払っちゃうと、そのペイパルの為替レート、その時多分固定された為替レートなんですけど、実は他に画面があって、カード会社の決済時の円換算にするのか、それともペイパルの今の為替レートの金額で決済するのか選べるようになってました。でその辺も AI と相談すると、カード会社の換算のドル払いの方が一般的にはちょっと安いはずだと言ってました。ただしそのカード会社が決済するときに極端に円安にいってたら高くなっちゃうリスクはあるよと。ただ一般的にはカード会社の為替レートの方が安いよということでしたので、カード会社のレートに変更しました。ただし最終の円の請求額はカード会社の処理レート次第なので、確実にどっちが安いとは言い切れないと思います。それでですね、じゃあ決済しようと思ってボタンを押したんですけどダメでした。エラーになっちゃいました。これがまた最後の落とし穴で、何回やっても途中でエラーになって先に進めないんです。でこれもですね AI に聞きました。そうしたらこれもあるあるだね。なんでかっていうと、これは高額商品で、しかも海外の注文でドル決済と3拍子揃っていて、これは海外の高額決済ブロックだと。要はカード会社側で止めてる可能性が高いと。そうですよね。そんな3拍子揃った決済を急に日本から入れたら、カード会社もこりゃ変だなということで一旦止めるという話でした。で直接カード会社に電話しました。日本のカード会社に電話しました。で間違いなく自分が決済したものだから通るようになりませんかと。で理由も含めて、調べていただいて折り返し電話をくださいという話をしました。で折り返し電話がかかってきて、やっぱりブロックしてましたと。ただしそのカード、日本のクレジットカード会社なんだけど、国際カードはマスターカードになってて、でマスター側でブロックされてましたと。だからその日本のカード会社からマスターに
解除の依頼をするんで2時間ぐらい待ってくれと。で2時間後ぐらいにもう一回決済ボタンを押してくれと言われて、それで2時間待って、でペイパルの画面を開いて決済ボタンを押したらすんなり決済されました。ここまで来てね、やっと注文が完了したっていう感じですね。落とし穴が結構あったわけです。はい、それで支払いが完了したっていうことをキーセル側にメールを入れました。その内容は、私はペイパルで2606.5ドルを支払いをしましたと。なので処理をよろしくお願いしますみたいな内容と、あといつ頃になるのか教えてほしいという内容でメールをしました。シンプルにそれだけです。内容としてはこういう内容になります。そうしたらキーセルからは、あなたの支払いが確認できましたと、レンジとして、その配送のレンジとして4月28日から5月28日の間ですと。1ヶ月間のやたら広いんですけど、そういう返事が来ました。もう内容はそんだけで、それ以上突っ込む必要もないし、多分突っ込んでも何も返事は来ないと思うので、今待っている状態です。だからまだギターは手元に届いていません。でどこかで検索するといくつか出てくるんですけど、キーセルに国外から注文すると9週間と3日ぐらいが平均であると誰かが言っていて、でちょうど今5月の4日なんですけど、今週末ぐらいかなが9週間とちょっと過ぎるあたりなんです。だからもうすぐ届くんじゃないかなと思ってワクワクして、でこの動画を作ってると、そういう次第でございます。これから注文する人に向けて話をまとめますと、キーセルの注文自体は思ったよりシンプルでした。ギタービルダーの URL と PDF を用意する。それからペイパル本人確認は先に済ませる。ペイパルメールアドレスもキーセルとの連絡と一致しているかどうか確認をしておく。それから通貨換算オプション、ペイパルのレートですね、それを確認しておくこと。高額で海外決済はカード会社に止められることがある。 AI は相談相手としてかなり有効。ただ AI の言う通りにするんじゃなくて、もちろん最終確認は自分でやる必要があります。はい、ということで、まだギター自体は届いてないんですけど、すごい楽しみです。アランモデルってやっぱりネックの太さとか、あとラジアス、ネックの指板の平らさっていうんですかね、ラジアスがすごく平らだというところ、あとはチェンバードボディということで、そういうギターって僕は持ってないんですね。レガートの練習をする時もスタインバーガーのシナプスを使っていて、シナプスもラジアスは平らな方なんですけど、でも20インチまではないと思うんですね。あとは22フレットしかなくて、その分ネックのインチサイズが長くて、でネックがすごいぶっといんです。アランモデルを弾くにあたってすでに大リーグ養成ギブで練習をしているぐらいな感覚なんですけど、だから弾きにくいってことは多分ないとは思ってるんですけど、ただやっぱり弾いてみないとわからないので、どうなるか、自分で、楽しみです。ということで、またギターが届いたらですね、開封をしてみたいと思います。音出しもしてみたいと思うので、またその動画は作ってみようと考えてます。気になる方は次回も見てください。はい、ということで、キーセルを検討している方の参考になれば、嬉しいと思っております。はい、どうもここまでありがとうございました。
バイバイ。